誰かのポストがなんかポストが落ちちゃってる。でもエレベーター5って押し5て、階じゃないのこれは。ここ8って書いてある。そう、今は8階と9階の間にいる。なんか斜めになってる。そう、斜めになってることが怖いけど。怖いでしょ。これ斜めになってて怖いけど。今朝まですごい天気が良かったのに、見てください。急に空がグレーになっちゃった。はい。で、今からですね、ワーリャの家に向かいます。ロシアの社会人が一般的にどういう暮らしをしているのかっていうのをね、見せたいと思います。で、今は雪が降ってます。そう。先週っていうかね、一昨日ぐらいまでめちゃくちゃ暖かかったのに、急にね、この寒くなっちゃって。で、ロシアは駐車場ちゃんとないところが多いので、みんなこうやって道端に置くスタイルですね。で、道端に置いて車が1台以上取れなくなっちゃうんだけど、そこはうまくみんなで、道を譲り合いながら、ちゃんと通るっていうそういうシステムですね。1960年代に建てられた建物で、1960年そう、それはね、フルシチョフ時代。代。フルシチョフ時代、ソ連だね。ソ連時代のアパート。これ面白いじゃん。宣伝だらけの。これは何の宣伝？これはなんか老人の頭を守れるような、なんかいろんなメディツィナの方法でやるようなやつ。これはコンピュータマスター。これはアパートを借りたい人の。これはなんかスティライルマシン、洗濯機とか。洗濯機の修理。そうそうそう。で、このシステムはどうなってる？これはね、コードを入れるか、鍵で開けるか。まあコードを入れましょう。はい。はいはい。あれ、やばい。誰かのポストがなんかポストが落ちちゃってる。ポストが落ちちゃってる。普通はこういうのがないんだけど。なんか今日は。ポストが落ちて散乱してる。はい、これも全部ボロいやつ。あれ、私のポストが開いてた。ちゃんと閉めてないのかな。こんな感じ。なんか薄緑の壁。そう、それはすごくソ連時代の特徴。新しいエレベーターにしてくれたんだけど、中に音楽がついてます。音楽がついてるの？それがすごく嫌で文句を書いたんだけど何も変わんなかった。今から音楽が流れます。何これ90年代90年代のロシアじゃん。なんでこの20秒いる間にこれを聞かないといけないのかわかんないけど、あとはね、何階にいるか5って押したじゃん。エレベーター5って押したよ。5だったでしょ、でもエレベーター5って押して5階じゃないのこれは。ここ8って書いてあるよ。そう、今は8階と9階の間にいる。それも昔の家の特徴。5って書いてあるのに。でまずここに扉があるんだけど。はい。あれ？また扉がいっぱいある。で、ここはいつもロシア人が変なものを置いて、みんなに邪魔してる。これは共通エリアってことね。パブリックエリア。はい。電気つけるね。お邪魔します。このバルコニーを撮ってほしい。すごいね。変わってるやつだから。バルコニー。なんだろう、何が違うんだろう。気づかなかったの？気づかないな。
なんか斜めになってる。そう、斜めになってることが怖いけど。怖いでしょ。うん、これ斜めになってて怖いけど。でも反対側に建物なくてすごい景色がいい場所なんでいいね。このね建物の間のなんか見える景色は、うんそうね。もう一つの部屋。ここは寝室？寝室、ベッドルームだね。ベッドルーム、こんな感じ。ちょっと片付けてないけどごめんなさい。ベッドメイキングしてないんだ。普通はゲスト来ないからね。はいはい。これはキッチン。まあでもキッチンもあってベッドルームが別にあってだから結構大きいよ。一人用の生活では大丈夫。日本のワンルームより全然大きいからね。まあこのキッチンもボロいんだけど、一応使えるからさ。いやいいよ、全然いいでしょ。大丈夫。でこれはなんでやってるかっていうと、結構すごく早く汚くなっちゃうから、これを全部きれいにするのは大変で、そうなんだ。これを変える方がいいの。確かに。ここガスあるの？ガスだよ。最近珍しくない？ロシアで。いやーめっちゃボロの家だからガスでしょ。古い家はガスがあるんだ。もちろん。最近の新しい家はガスがなくて、だいたい電気なんだよね。しかもね、これは一つしか使えなくて。いや羨ましいよ、ガスあるの。これが使えないの。これもなんか鳴る時と鳴らない時がちょっとなんか今なったね。これは何？これは洗濯機じゃない。食器洗濯機。わざわざつけてくれたんだね。いやいや、なんかもともとあって私全然使わない。まあいらないけど、そう。まああったらあったでいいかもしれない。そう。これ洗濯機？これが洗濯機。ちっちゃくない？いやーなんか別に何でも入るよ。一人用は全然大丈夫。3.5 キロだから。ほら。日本の食べ物。お茶漬けがあります。前はねカレーもあったんだけど、あとねこういうやつもあるの。焼き海苔。日本のやつじゃないと思うけど、美味しい。あとごま油とか米酢とか。でもね日本語で書いてあるんだけど結局これね全部ロシアで作られてる。まあ別に。そうね。あとはふりかけもあるよ。これは日本のやつね。ロシアの日本の食べ物を変えられるお店で買った。はい。これで日本の食べ物では以上です。あとはトイレ。トイレはまあこんな感じ。お風呂とトイレ。そうね。洗面所。ちゃんと広くないけどついてるのはいいかなと思う。ロシアの新しい家だとシャワーしかない場合があるんで、冷蔵庫。ジャパン。ジャパン。これはだいたいロシアの県から持ってきた。ロシアの地方の町。ロシアじゃないのがタイと日本とだけだね。あとはロシアだ。じゃあせっかくゲストとして来たんで、バリアさんお茶作ってください。はい、作ります。はい、お願いします。Алиса... ロシアのスマートスピーカー。Алиса, привет. Здравствуйте, я вам очень рада. Я тебе тоже. Спасибо. Как прошел ваш день? Хорошо, я гуляла. Здорово. Где гуляли? 頭結構いいね。いっぱい喋れるよ。Алиса, ты знаешь японский язык? Пока я говорю только по-русски. まだロシア語しか喋れませんって。Алиса, включай на музыку. Включаю. はい。はい。チョコレートのお茶です。チョコレートティー。チョコレート味って書いてあるから。多分香りだけだと思うけど。これはロシアの椅子です。タブレットカと言います。それがどうしたの？それがめっちゃボロ椅子で、
ソビエト時代みんなこんな椅子に座ってたの。でもこれ便利だよね。これでさ、高いところに物を取ったり。そうそう、こうやってなんかするし届かないところに立って、うん何でも取れるし、あとこれベッドサイドに置くとなんか飲み物置いたりするのに使えるから。そうね。そうそうそう。でもこれあまりにもひどいからこういうカバーつけたんだ。カバーをつけたの。なるほど。ソ連の知恵だ。そどうやって出るのこれ。これ？あ、開いた開いた。ロシアのドアどうやって開けるかわかんないからさ、大体さ。というわけでソビエトのアパート見てきました。はい。ちょっとね太陽が日が長くなったね。まだ6時半でしょ。6時45分。あ、もう6時半。もう6時45分だけど、こんなに明るいんで、夏が来そうというふうに分かりました。じゃあこの辺で今日はありがとうございました。はい、じゃあね。バイバイ。